はい、どうも、ジャルです。ちょっと遅れてしまいましたが、はい、今週も、レオニ配信やっていきます。ということで、カムイさん、遅刻したと思ったらセーフどころか、はい、私が遅れました。かずきさんこんばんは、サータモンさんこんジャルは、ホワイトロータスさんこんジャルは、ショート見ました。ショート見ました。ありがとうございます。はい、吉井さんこんジャルは、はい、そうですね、久しぶりに、動画を作るのが大変で、あんまりね、動画作らないんですけれども、ちょっと今回はね、ショート動画を作っていまして、今日の内容はね、先にショート動画と、同じ内容をね、やっていこうかなと思います。2時間待ちがあるから、ちょっと先にね、やりたいなと思っていて。はい、ということで、今日はね、なんか新しいイベントがいっぱい来ましたということで、その辺のね、話をいろいろしていこうかなと思っています。はい。すでにね、数日経っているものの、まだこのね、今回の長期イベント、今日入れてね、8日間ありますんで、今日のね、配信の内容が参考になればいいかなと思っています。はい。ということで、もう早速なんですけど、最初のね、話題として、レンジャー騎士団のイベントをね、見ていこうかなと思います。はい。こちらね、ショートを見てくださった方はね、少し分かっているかと思うんで、繰り返しになっちゃうかもしれませんが、ちょっとね、これ多分あまりに重要だと思うので、こちらね、話していこうと思います。おいさん、こんじゃるは、カムカムさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい。で、まずね、このね、レンジャー騎士団。前回の、今回はスピードアップのね、還元イベントなんですけど、前回の、資源還元イベントの時にね、もうこのレンジャー騎士団が来てたよっていうね、サーバーがあったみたいなんですけど、今回多分ね、おそらく、全部のサーバーにね、このイベントが来たんじゃないかと思います。レンジャー騎士団、このね、イベントの最大のポイントは、この祭祀コインですよね。これが手に入るイベントになっていますということで、この祭祀コインが手に入るんですけど、このね、よくありますよね、このレアリティの色、紫だと3コイン、緑だと1コイン、青だと2コインみたいな感じで、このね、採取コインの数がね、変わっているんですよね。レアリティによって変わってきますと。で、さらに、この紫以上じゃないと、このランダムグローリーバッジのかけらっていうね、これおまけのアイテムでしかないんですけれども、おまけアイテムをもらえませんと、はい、いうことになっているので、もう基本的にはもうオレンジをやっていきたいんですよということで、更新をしたいのになんか更新が今消えてんな。なんかね、昨日もだったんですけど、なんか、たまにね、更新消えるんですよね。なんだよな、PC からかな。あ、ついたついたついた。よかったよかった。あ、みゆきさん、初コメコンジャルはということで、初コメントありがとうございます。コンジャルはコメントありがとうございます。はい。ナツキングさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、ということで、そう、採取コインはね、めちゃくちゃ重要じゃないですかと。採取コイン、皆さんご存知だと思うんですけど、このね、再感謝の泉というところ、はい、ここでね、手に入るアイテムで、もう今回のイベントのおかげで、私このヘパイストスの技術のね、えー、このアイテムもうすでにレベル6になっていて、もうレベル7にもできるので、もう上げちゃおう。レベル5まではね、20ずつあったんですけど、レベル5を超えたらもうなんか30ずつとか必要になってね、ちょっと大変になっちゃいましたね。あつきみさん、コンジャルワです。裏勉強会とショート動画でやっとわかりました。じゃあ、わかりました、じゃあ。はい、伝わりましたかね。そう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 。今日ね、配信で喋りながらやっていくので、もしね、なんかわからないよとか疑問点とかあればね、聞いてもらえばなと思いますが、とりあえずね、はい、この、祭祀コインっていう、アイテムね、サーバーによっては、レンジャー騎士団のイベントでもらえるっていうの出てる。前までログインでしかもらえなくて、あとパッケージがね、うちのサーバーは売ってなかったんですけど、パッケージからね、買えるようなサーバーもあるようですと。ただ、うちのサーバーはパッケージからはね、買うことができなくて、レンジャー騎士団でね、取得するしかありませんということで、このね、バフが上がる非常に重要な、アイテムになっているので、最終コインはもう、なるべくね、たくさん欲しいと
はい。で、じゃあ、たくさん集めるにはどうしたらいいのかっていうので、このレンジャー騎士団のね、やり方があるんですよというところで、ジェム、まあ、足りるか。はい。で、このクエストは更新ができるんですよと。はい。ということで、これをね、スーパー、更新スーパーリフレッシュの特権がアンロックされました。スーパーリフレッシュを使用して、見返しのクエストをオレンジ品質に変更することができます。リフレッシュタイプを選択してくださいみたいなね、出てくるんですけど、これね、チケットで更新できるうちは、チケットで更新した方がとりあえずお得です。なので、一回チケットで更新しますね。はい。まあ、これね、チケットで更新しても、なかなかね、出ないんですよね。はい。まあ、一応ね、私、エリート、オレンジ色ね、出たことがあるんですけれども、まあ、なかなか出ませんよと。まあ、ちなみに、なんかね、この、いつもの詳細のところを見てみるとね、はい、王城のレベルによってこの騎士団レベルっていうのが上がるみたいなんですけど、私は計38なんで、この騎士団レベル5、レベルが上限という風になっています。で、このね、ノーマルクエスト品質は低いものから順にということで、グリーン、ブルー、パープル、オレンジ。これはね、特性とかでもおなじみな、レア、スーパーレア、レジェンド、エピックみたいなね、そういうなんか順番なのかなっていう感じがしますと。で、より質の高いクエストを獲得するチャンスで書かれているのが、この更新ですね。クエストをリフレッシュすると、良いものに変わるかもしれないよって言ってくれてますと。で、毎日活躍度をクエストポイントをしてに達するとクエスト更新権を受領できますということで、これはね、皆さん多分ね、気づかずに持ってたかもしれませんが、この活躍度のね、宝箱から、更新のね、このチケットがね、クエスト更新権っていうのがもらえますよっていうのが書かれてるだけなんで、まあ、普通にプレイしてればみんな増えてるでしょうと。はい。で、ノーマルクエストは毎日リフレッシュされ、エリートクエストは3日ごとにリフレッシュされますということで、この一番上のやつですね。一番上のクエストは、3日ごとに更新されて、その代わりに、報酬はね、ちゃんと3日分の、通常のオレンジのクエストって最初コイン4つもらえるんですけど、もう、ね、3日分だということで12個、もらえるという形になってますと。で、これがね、これが重要なんです。これがね、奪われたらマジでえぐいんで、はい。これね、略奪についてもね、後で話をしていこうと思います。略奪と協力、非常に重要な要素になっているので。はい。で、同盟メンバー以外のプレイヤーからクエストのリワードを略奪することができます。同盟メンバーで助け合ってクエストリワードを受領することができますということで、はい、ここがね、このイベントのすごくわかりづらいポイント。和樹さん見ました。取られましたということで、はい、そう、もうこれね、取られたらブチ切れますよね。いや、ほんとね、結構えぐいイベントで、めちゃくちゃえぐいイベントで、ほんとね、私がこの配信で言いたいのは、略奪しない方がいいよっていうことをね、言おうと思ってました。コンチャルは、ヒカさん、チケット8枚だったかな貯めたらジェームスカーズのスーパーリフレッシュできました。そうなんだ。知らなかった、それ。また書いてない仕様があるの？じゃあ使うのやめようかな。ありがとうございます。なるほど。同盟メンバー以外のプレイヤーからクエストのリワードを略奪することができます。で、クエストの実行は行軍スロットを占有しませんという。これはね、途中でわかるんですけれども、この援軍っていうのをね、ボタンを押したときにね、将軍をセットするんですけど、これは、行軍で使ったのとは全然別扱いですよということが書かれています。ホワイトロードさん、私もヒカさんと同じくできました。あ、そうなんだ。素晴らしい。メルコックさん、私は12枚だったです。どういうこと？なんか違いがあるのか？あ、白レベルでも関係するのかな？白レベルでも、騎士団レベルにしか関係しないと思うんだけどな。どうなんだろう。はい。で、VIP レベルが8に到達するか、王女レベル30に到達すると、一括派遣とかスーパーリフレッシュができますということで、まあ、この配信を見てくださってる方はね、きっとレベル30ぐらい、レベル30以上の方多いのかなと思うので、まあ、ここはね、皆さん、到達しているものとしてこの配信で喋っていくんですけども、まあ、王城レベル3じゃない、すごく頑張れば、比較的すぐ到達すると思うので、ぜひ頑張ってください。サータモンさん、私はスーパーリフレ6枚で初回特典、あ、そうなんだ。かずきさん、オレンジ色のやつがあれば、その分チケットやゲームがせあ、そう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 、それはあれ。そう、必須ジェムはね、変わるんですよ。そう、そこも話しようと思ってたんですけど。はい。で、このね、ここに書かれてるスーパーリフレッシュ、これ、未開始のすべてのクエストをオレンジ品質にリフレッシュという。これね、あのー
エボニーのイベントって、このヘルプあんま見ないじゃないですかと。これ見るとね、書いてあって、そう、このスーパーリフレッシュってやると、ちゃんと、このね、まだやってないクエストをオレンジにするよって書いてあるんですよね。だから、ジェムを払う代わりにクエストが良くなるよって、ちゃんとね、一応ルールに書いてあるんですよと。で、パープル以上、紫以上のクエストを完了すると、グローリーバッジのかけるが手に入りますよ。で、これもね、まあ、見た目でもわかると思う。青はないけれども、紫以上とあるよと。で、グローリーバッジを合成するためにランダム品質の宝箱を獲得、宝箱を開けると豪華なリワードを獲得できます。ということで、これはね、やった方がわかりやすいのでやっていきますと。はい。で、はい、そうなんです。和樹さんが書いてくれた通り、今ね、このノーマルクエストが1、2、3、4、5、6、6個あって、私まだ使ってない状態なんですけど、これね、スーパーリフレッシュするのに、24,000ジェム必要なんですよ。はい。はい、これね、実は、1個、オレンジ色のクエストを引くと、スーパーリフレッシュが、2万 K で済むようになります。1個ごとに、オレンジ品質のクエスト1個ごとに、このスーパーリフレッシュをする必要がなくなるので、今、6個の1、2、3、4、5、6、6個の枠を全部スーパーリフレッシュするのに24,000ジェムかかるんですけど、例えば半分ですね。3つオレンジをもう引いてたよっていう時には 3×4 で 12K ジェム必要ということで、今のこのクエストにオレンジがどれだけ含まれてるかで、この金額って変わるんですということで、さあ、こう引けるだろうか。これね。で、今皆さんがコメントしてくれたように、この更新のこのチケットですね、これを貯めるといいことがあるみたいですね。どうやら、ジェムじゃなくて、この更新をたくさん使うことで、一気にオレンジ品質に変えることができるようですと。まあでもね、今回の配信では、このジェムの金額変わるよっていうのがね、見てもらえたらいいなと。まあでもね、見てもらえるかね、引き次第なんですけど。はい。皆さんはね、貯めてもらうのがいいかなとは思います。で、別に、貯め、貯めるためにはね、数日かかっちゃうので、それまではね、ジムで更新するっていうのがいいかなと思います。はい。で、ショート動画ではね、一気に、スーパーリフレッシュしてるんですけど、せっかくなんで更新を試してみようと思います。ということで、更新。ちなみに今、紫、青、青、紫、紫、紫ですね。紫4つに青2つ。さあ、更新かけてみよう。GO! はい。あ、オレンジ1個出ましたね。紫2つ、青、オレンジ、紫、緑ということで、1個は紫に上がったけど、1個は緑に下がってますね。ということで、そう、必ずしもね、常にいいものになるわけではないです。で、今回、オレンジが1個出たことで、金額変わってますね。はい。このスーパーリフレッシュが 20K で済むようになってます。はい。なので、これ分かりづらいんですけど、1個のクエストをオレンジにするのに4000ジェムかかるっていうことですね。はい。6個中1個がオレンジクエストにすでに変わったので、その他のやつをね、はい、オレンジにするよということで、20K ジェムが必要ですよとなっています。はい。ということで、私はね、明日以降のこの更新チケットを貯めた時の振る舞い見てみたいなと思うので、なんか6枚だったり、8枚だったり、10枚だったり、いっぱい情報があるんだけど、これどういうことなんだろうな。気になるところ。はい。まあ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 。しばらくね、私はスーパーリフレッシュでやってチケットを貯めて振る舞いを見ようかなと思うので、今日のところは、はい、残りのその5つのね、クエストをオレンジにしようと思います。あ、先に。はい、これね、はい、今回、スーパーリフレッシュしたことで、より分かりやすくなったと思うんですけど、祭祀コインがオレンジだと2個しかもらえない。けれども、紫だったら3個だし、オレンジだったら4個だし、ということで、やっぱりこのクエストのね、レアリティを上げることで、一番欲しい祭祀コインを一番欲しい祭祀コインを集めるべきイベント。はい。もうこのイベントは祭祀コインを集めるイベントです。もうこの辺の端数のアイテムなんて、ね、いつも通りじゃないですかということなので、はい。このね、祭祀コインを集めるために、やっていくイベントかなと思うので、しっかりこのオレンジのクエストをね、狙って受注しましょうと。はい。これがね、ショート動画でね、絶対伝えなきゃなと思ってやったことです。ちなみにね、同盟メンバーのクエストとか見てみると、皆さんね、そう、オレンジでやってる人少ないんですよ。今回はね、2人やってます。あ、そう、パンサーさんは私のショート動画見てくれて、
助かったとか言ってくれたんでね、ちゃんとやってますね。はい。まあ、お助け、お助け、喋ろうと思ったのにお助けしちゃった。はい。やっぱね、気づかないと、緑とか紫とかで受注しちゃうので、これもったいないので、ちゃんとね、全部もうオレンジでやりましょうというところですね。で、和樹さん、それもジェムと同じ仕様では。まあ、それある気がする。そう、ジェムと同じで、多分、1個のクエストを更新するあたりに必要なチケット枚数があるんじゃないのかな。だから、多分ね、1クエストの更新、1クエストをオレンジにするためには、2チケット。だから6個丸々更新するためには、12個のチケット必要なんじゃないかなっていうのが、ちょっとね、予測はしてるところではありますね。おそらく2の倍数なんじゃないかな。はい。ということで、まあ、今回はね、一気に、スーパーリフレッシュをかけようと思いますので、はい、左のスーパーリフレッシュを押しますと。これを押すことで、はい、さっきのね、1個残ったまんま、はい、1、2、3、4、5、6個すべてのクエストが全部オレンジ色に変わりまして、祭祀コインがこれでね、毎日 4×6、白く24。毎日24個ずつの祭祀コインが手に入るというようなものになってます。なので、これ24コイン、今日からね、今日間に合わなくても、明日から、もうこの配信を見てくれて、明日からね、やるだけでも、7日間かける24枚なんで、結構な枚数が手に入ります。はい。素晴らしいイベントですよね。はい。で、ちなみにこれね、一番上のエリートっていう帯ついてるやつは3日分ってなってる。3日に1回更新するっていうことなんですけど、結局報酬はね、3倍になってる12個、12個になってるので、はい。まあ、毎日やるのと変わんないんですけど、毎日ね、ただ、毎日3日に1回ただで、このオレンジ色を出してあげるよっていうような仕組みみたいですね。片様さん、こんばんは。ショート動画で今日早速オレンジ一色にしました。おめでとうございます。はい。もう素晴らしい。そうです。もうオレンジに。オレンジにするのが大事なんで、もうこれ、ね、もう祭祀コインが欲しいイベントだと思ってますんで。はい。ということで、皆さんオレンジにしましょうと。で、もうこっからはね、もう普通に援軍っていうボタンを押してあげると、こういう構成でね、チーム中にスターレベルの5将軍が2名いるとか、チーム中にレベル25将軍が2名いる、チーム中にエピック力士の名将2名いるみたいなね、条件があるんですけど、これはもう、白レベル30超えたら皆さん難しくないと思います。はい。なので、一括まあ、多分、それなりに将軍がいると思うので、一括出陣ってやると、勝手にね、選んでくれるので、はい。この状態で、別にね、3人とも植える必要ないです。もうこの3つの条件が埋まってれば OK なので、まあ、これで、援軍って押すと、始まって、このね、2時間待つことになりますと。はい。で、これもめんどくさいので、はい。白レベルがね、30以上になると、この右下の一括派遣っていうのがね、出るみたいなので、これをやると、もうすでに推奨光線でね、やってくれると。はい。至れり尽くせりです。で、派遣ってやると、はい、この2時間待ちが始まりますということで、ここからね、クールタイムですね。2時間待つと、この報酬がもらえるようになるという仕組みになってます。はい。なんですけど、これ、2時間経ったら、すぐにゲットするのがおすすめです。はい。というのも、このゲームのもう一つの要素ですね、略奪というものがありまして、その仕様をね、今度は、ここからは、話をしていくんですけども、皆さんね、この左下の騎士団情報っていうのをね、押してもらうと、他の人のアイテム見えると思うんですよ。でね、この略奪されたっていうのが出てたりするじゃないですか。はい。で、略奪ってボタンもついてるんですよ。はい。これ、何かって言いますと、これ略奪っていうボタンを押すと、他のね、人、他の同盟、多分ね、他の同盟しか出ないんじゃないかな、これ。多分ね、そう、これね、戦争を引き起こすためのやつだから、多分他の同盟、そう、同盟メンバー以外のプレイヤーからクエストのリワードを略奪することができますということで、そう、この騎士団情報ってとこを押すと、ね、他の同盟の人の、まあ、クエストのね、報酬を奪うことができますと。で、これ、えぐいのが、これね、もらえるアイテムって、これね、エピックとか、レジェンドがちょうどないわ。エピック。はい、これね、この一番上の方ってエピックレベルのクエストをやってるじゃないですかと。
で、エピックレベルにもかかわらず、この最終コインも、このグローリーバッジのかけらも手に入らないんですよ。はい。これね、奪えるアイテムはビビたるものなんですけれども、これね、もし略奪されると、例えばこのイールド・ブラックスさん、この方略奪されちゃってるんですけど、この方なんと、奪われるの、このアイテムだけじゃなくて、そもそもこのクエストのアイテム受注できないんです。受領できないんですよ。奪われると略奪されたってここに表示されて、アイテムすべて受領ができなくなっちゃいます。なので、本来であれば、私がね、例えばこの2時間経った後に受け取りを忘れてもう寝落ちしちゃいましたと。はい。この配信が終わってね、すぐ寝落ちしちゃって、これを取り逃して、他の人に略奪されると、この資源はおろか、祭祀コインも、ランダムグローリーバッジのかけらも手に入りません。はい。略奪をされると、この重要なアイテムが手に入らないです。奪うときはもらえないんですよ。奪うときはこのしょぼいアイテムしかもらえないのに、相手はこのランダムグローリーバッジのかけらとか祭祀コインをもらうことができません。はい。これね、すごいシステムで、すでにね、被害者が、和吉さんがね、書いてくださいました。2時間経ったらすぐ取らないと僕みたいになりますよ、ということで、はい、和吉さんは、そう、今日ね、見せてもらったんですけど、このエリートのクエストですね。報酬3倍のクエストを、略奪されたっていう風に、なっているのを見てしまいました。はい、これね、えぐいですよね。他の人は別に大していいアイテムがもらえないにもかかわらず、自分は略奪されちゃうと、この祭祀コインとか、ランダムグローリーバッジのかけらがもらえないということで、相手を怒らせるにはね、めちゃくちゃ効果のある、すごいシステムになってます。はい。だからこそ、これね、2時間経ったら、もうすぐに受領するっていうのをもう忘れないように、これね、アラーム案件だと思います。はい。奪われてもね、諦めがつく方はまあ別にいいんですけど、わざわざオレンジにする人は奪われたら悲しい思いすると思うので、これね、2時間経ったらすぐに受領する。はい。で、これを助けてあげられるのが、この協力回数ってやつですね。これ。はい。このお助け、これね、これ危ない状態なんですよ。このハウスパンサーさんね、エピックのクエストをちゃんとやってるんですけど、これお助けボタンがついてるじゃないですか。これ何かっていうと、これクエスト完了したまま放置してて、まだ受領してないんですね。つまり、略奪できる状態なんですよ。他の同盟の人に今奪われちゃうって状態ですと。でも、ここでね、ちゃんとお助けっていうのをやってあげると、はい、今すでに受領されましたってなんか一瞬パッて出て、今消えちゃったんですけど、はい。これで受領すると、他の味方の完了したやつを代わりに取っといてあげるっていうことができますと。これね、代わりに取っといてあげるどころか、お助けした人もちゃんとリワードもらえるっていうね、素敵なシステムになってます。なので、このハウスパンサーさんが他の同盟の方に奪われない。代わりに、確保してあげて、この、お助けされた人は自分のこのクエスト分、ちゃんと全部もらえる。にもかかわらず、お助けした人もちゃんとアイテムがもらえるっていう、お助けはね、もう素晴らしい仕組みです。なので、このね、お助け出てるっていうことは、このね、味方がアイテム奪われかねない状態っていうことなので、もう積極的にお助けしてあげましょうと。まあ、1日5回しかできないんでね、あまり助け合ってあげられないんですけども、はい。他の同盟の人にね、むざむざ奪われてしまうのも、かわいそうなので、もうお助けをどんどんしましょうということで、協力は毎日5回お助けするっていうのがおすすめです。はい。感謝されるかもしれません。これレコードのとこをね、見るとね、はい。自分がね、誰を協力したとかなんかいろいろね、出るみたいですね。はい、でもこれね、レコードなんかよくわからないんだよな。他の人の協力が出るのかな。はい。よいしょ。自分がね、略奪された時もこう出るのかもしれないんですけど、私一応ね、略奪は、されないように、もう2時間
一気に受注して2時間後にアラームかけてすぐ取るっていうようにやってるので、はい。これもう奪われたくないのではい。これね、2時間アラーム案件っていうのをね、覚えておいてほしいです。2時間後がうまくできないときは、このクエストのままね、放置しておいて、まあ、リセット前に完了すれば OK なので、うまくね、時間調整していただくのがいいと思います。略奪された時も出ますよ。実感こもってる。そこのアイコンから座標も特定できますよ。あ、そうなんだ。へえ、誰が奪ったっていうのを。あ、ほん、なるほどね。アイコンからそうだ、見に行けるわ。夏キングさん協力で保護されますね。ということで、そうなんです。だから、そう、このね、同盟メンバーのクエスト、もうお助けで放置、まあ放置ね、しないのが一番なんですけども、やっぱね、眠ってたりとか、あんまり知らないとわからないと思うので、この積極的にお助けしてあげましょうと。で、逆に言うと、略奪すると、これね、もう本当に大したアイテムじゃないじゃないですかと。これ、ここに映ってね、アレックスさんってうちのサーバーでね、まあ、上から3番目に入るぐらいの、まあ、強い強者なんですけど、はい、廃課金の強者の方なんですけれども、こんな発したアイテムを略奪して怒りを買うことになるので、結構えぐいシステムです。で、ちなみに、うちの同盟、まあ、やっぱね、わからないから、略奪しちゃうじゃないですか。まあ、機能だと思ってね。これね、ちょっと前に出たグローリーアリーナ。グローリーアリーナって比較的、まあ、なんか誰彼構わず喧嘩売れたじゃないですかと。はい。まあ、試しにね、バフが見たいとかで試してたじゃないですか。あ、ちなみに、グローリーアリーナで味方を殴りすぎて同盟追放された人知ってるんですけれども。はい。これはさらにえぐいやつで、それと同じ感覚でやってると、相手が明らかにめちゃくちゃ損するので、戦争になります。実際にうちのサーバーですね。うちのサーバー略奪をしすぎて、同盟にクレームが入って、ちょうどね、土日がキルイベント中だったじゃないですか。また、ね、後で話そうと思うんですけど、ランカコンテストのキルイベント期間が同日2日間あったと思うんですけど、ちょうどキルイベント期間だったこともあって、うちの人ですね、はい、この略奪をした人は、ラリー食らって、燃やされてました。はい。喧嘩売ったなっていうことで、殴られてまして、そうなんです。これね、そう、仕様を知ってると、なんか、あんまりちゃんと理解してなかったら別に怒られないかもしれないですけど、理解してる人からすると、略奪されるって結構重い行為、略奪してくるって結構重い行為なので、普通に切れると思いますと。はい。で、うちのサーバーみたいにね、戦争状態だったり、トップの方がね、好戦的なので、まあ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 、ね、戦争に発展するんですよ。はい。ということで、残念ながらね、うちのメンバーが一人引退してしまったんですけれども、っていうことになりかねない。サーバーによってはなりかねないので、あのーまあ、ちょっとね、サーバーの雰囲気にもよると思うんですけど、略奪をするとこじれることがあるから気をつけてねということが、そう、ショート動画ではね、ここまで表現しきれなかったんですけれども、はい、配信だからね、ちゃんと言える。略奪をすると、すっごいビビたるしょぼい報酬をもらう代わりに相手からめちゃくちゃ恨まれる可能性があるので気をつけてください。略奪はしない方が、こんなアイテムをもらうことでわざわざ逆に言うとね、オルトとかを使ってムカつく同盟を攻撃するっていうね、ことは可能です。逆に言うとね、嫌がらせ、できるような仕組みになってるので。はい。でも、まあ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 、私はね、略奪一切してないです。もうこれやばそうだなと思って。はい。ちなみにね、狙いの人がいなかったらね、ここ更新っていうのは1日5回できるみたいなんで、更新するとね、狙い撃ちができるかもしれませんね。はい。まあ、一応、引退してるプレイヤーとかだったらね、まあ狙ってもいいかもしれないんですけども、でもここに出てくるっていうことは、これプレイしてるから略奪可能なので、いるんですよね。だからね、本当に、あのー相手側に中の人がいるので、マジで気をつけましょうと。はい。ちなみにね、やっぱりね、見てみると、この緑とか青の方が多くて、そもそもね、そのスーパーリフレッシュの仕組みを知らない人っていうのがやっぱり多いと思うんですよと。
ということで、逆に言うと、この仕様を知ってると、祭祀コインのパッケージ変えないようなサーバーだと、祭祀コインのバフで有利がつきます。はい。祭祀コインをね、使うことで、よいしょ。このね、バフが上がっていくじゃないですかというところで、ここがね、今、用意ドンで始まったばっかりのイベントなので、はい。こういったところで、有利がね、つく可能性があるので、やっぱこれね、積極的にやっていくべきイベントです。積極的にやっていくイベントですが、略奪をするとこじれる可能性があるので、本当に気をつけてください。で、同盟メンバーは助けてあげましょう。自分はオレンジで受注して、アラームをセットしましょう。はい。ここね、重要なので、皆さんお気をつけください。夏キングさん、いかに同盟メンバーの理解を深めるかが大事なイベント。いや、そうなんですよ。だからね、私もショート動画作って、英語の字幕くっつけて、同盟内に共有しました。まあもちろんね、皆さんが見てくれてるわけではないので、まだ、あれですけど、そう、オレンジのね、巻物になった人が増えてね、嬉しい限りです。はい。そう。同盟内の理解を促進すること非常に大事です、これ。はい。お助けし合いましょうねっていうのも含めてね。夏キングさん、私も虐殺されたので 2B のやつを燃やしておきましたね。そうなるんですよ。そうなるんですよ。はい。普通にムカつくじゃないですか。最終コイン奪われるのっていうね。はい。だからね、マジでこれはね、まあ、エボニーもよう考えるよな。こういうえぐい仕組みを。マジで。はい。そう、戦争させる方がお金儲かるんだよ。ということで。はい。っていうのに、ならないように、同盟メンバーに略奪をしないように呼びかける。はい。だからうちのね、同盟は燃やされた人もいるので、もう略奪はするなというお触れがね、出ましたね。はい。で、協力はしましょう。はい。もう、で、うちは取らないけれども、やっぱ取られることあるんですよ。でもね、もう取られることもごちゃごちゃ言ってても、マジいいことないんで、もう、それも諦めるしかない。むしろもう、取られないように放置をしない。はい。こうもうね、時間をもうきっちり覚えて、自分のね、身はね、自分で守る。自衛することが大事です。和樹さん、うちも 800M を。カムイさん、激しい。いや、そう、もうね、この土日がね、キルイベントだったのもね、良くないですよね。はい。キルイベントね、キルイベントっていうか、ランクコンテストで1位になった時のリワード良かったじゃないですか。それはみんなハッスルしますよね。言いがかりでも何でもね、イチャモンつけて殴る、ね、いい口実になっちゃうということでね、すごく、なんというか、これがエボニーのね、運営が狙って仕掛けたんだったら、すごく賢いなって思います。和樹さん、エリートのやつだけ綺麗に略奪されてましたよ。はい、まあ、それが一番お得ですからね。ナスキングさん、文句は言いません。ただの実力行使で10ビーズの資源を奪ったので満足です。それは強い。いや、さ、まあ、なんというかさ、自分よりはるかに格上を、つまりだって相手はナツキングさんにとっては格下。相手からしたら格上を奪いに行ったんでしょう。まあ、勇気ありますよね。まあ多分ね、あんま考えないでやったんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあ本当にっていうね、ことが、まあ、各サーバーでね、起こってると思うんです。うちのサーバーだけじゃなくて。はい、皆さんは自分の身は自分で守ってくださいというところがはい、もう、なのでね、はい、祭祀コインを集めるイベントなので、スーパーリフレッシュをしましょう。略奪はしない。お助けはなるべくするっていうのが、一番重要なポイントですと。はい。で、ナイトグローリーバッジはね、おまけです。はい。なんかね、この E の1から7まで、7種類のね、このかけらがあるんだそうですと。で、これをね、パズルみたいに組み合わせると、宝箱が出来上がるというもので、まあ、このね、クエストを、まあ、受領していくと、このね、ランダムでこのかけらが手に入るようになってるので、これをね、合成して、まあ、なんか、エボニーさ、何なんだろうね、この謎のセカンドチャンスいっぱいありますよね。例えばさ、ヘカテイベントとかもさ、ヘカテの式典いつもこのね、ここで抽選した後に謎にこのコレクションから、
式典コインでセカンドチャンスみたいなのがありますよね。まあ、これと同じようなイベントです。はい。エボニーの大好きなシステムですね。基本的にはここのリワードを受け取るイベントなんですけども、このナイトグローリーバッジという、まあ、お化けのね、合成イベントもありますよというようなものになっていて、これがね、最近流行りのギブアンドテイク、交換のシステムがあるみたいなので、自分がいっぱい余ってる。例えば私だったら、この E の7っていうのが16個もあるので、交換に出して足らない E2 みたいなやつをね、交換するっていうのをやっていくっていうこともできるようになってます。夏キングさん、おまけに金のロシアも、強っえぐっていうか、やばすぎる。夏キングさんのサーバーが知らな国すぎる。怖っ。カズキさんやったね。夏金さん、充足してたので、同盟メンバーに差し上げました。それさ、もらった同盟メンバーもさ、恨まれない大丈夫なやつですか？相手がなんか隠した同盟とかで歯向かえないようならあれかもしれないけれど。カムイさん、これ同盟メンバーに説明してうまく伝わるかな？いや、難しいですよね。まあ、単純に、略奪をすると、相手が怒る可能性があるので、やめましょう。スーパーリフレッシュをするとオレンジのクエストが出るようだけでいいかなと思います。はい。で、そう、グローリーバッジね、まあ、合成していくとですね、こんな感じで、アイテムが手に入るので、まあ、これは、まあ、なんか気にせず、ポン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 合成するといいんじゃないかなっていう感じですかね。はい。で、この宝箱ね、レアリティがあるみたいで、はい、このグローリーバッジ宝箱スーパーレア、まあ、基本はね、60%の確率でこれが出るみたいですと。で、30%でレジェンド、10%でエピックが出るらしいんですけど、このエピックが、出なかった時ね、はい、いつもの天井システムですね。10%を引けないので、引けずに15回超えると、16回目は必ず、エピックが、出るという天井システムがあるみたいです。ちなみに私はつまり9回、失敗してますね。はい。で、一応、このレジェンドとか、エピックだと、このエピックで歴史の名称の引き換え書のかけらっていうのが手に入るみたいなので、まあ美味しいですね、というところですかね。はい。まあただね、結局、この宝箱の、例えばこの5種の中から20%、20%、20%、20%だったり、はい、このレジェンドでも、アレースの血と、このね、引き換え書のかけら10%ずつで、なんか微妙にね、差異があるので、まあ必ずしもいいのが出るとは限らないんですけど、結局一応この資源箱とかの数が増えているので、まあエピックの方が当たると嬉しいですねっていう感じですかね。モッコスさん、こんにちは。コメントありがとうございます。ナツキングさん、簡単に説明で、協力はオレンジ、略奪はしないで伝わりました。うんうん、そうそう、それで十分だと思います。それで、もうわかんない人はあの多分、説明無理だと思うからなんとなく伝わると思う。はい、グローリーバッジの合成しとこう。エピック引かないですね。なかなか引かないみたいです。はい、まあこれはね、レジェンドが出た。わーい。はい、エピック歴史の名称の引き換え書のかけらがゲットできましたということで、まあこんな風に合成していくと、これね、私 E2 もなくなっちゃったんですよね。っていうので、この E7 がなんか余ってるので、はい。欲しいかけらは、この数が少ないやつで、あげるやつはこの一番多いやつ。っていうのでやると、はい。はい。これね。自分はこれで交換したいよっていう宣言がすることができて、このね、この確認ってとこ、ここを見ると、はい。同盟メンバーがね、交換してほしい、交換したいやつがね、ここに表示されてるんですよと。はい。で、まあ、なんか、なんだかんだ集まると思うから、まあなんか欲しい人にはあげるといいんじゃないかなと思ってるので、私結構ね、ポン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 交換してます。はい、ということで、まあなんか交換履歴とかでね、自分の履歴だったり、同盟の履歴とかで見れるので、こういうところを見ると、なんだろイベントをこの人は理解してるなとか、理解してなさそうだなというか、登場してこない人はあんまやってないんだなとかね、分かっちゃいますよね。なぜ履歴を見れるようにしたんだろう。ちょっとえぐいなと思ってます。
はい。ということで、まあ、この辺はね、まあ、おまけ要素なので、なんでしょう、終盤かな終盤、偏らせるのもったいないので、まあ、どんどん交換に出してね、なるべく、余すことなく、はい、引き切るようにするのがいいのかなって思ってます。まあ、何が出るかはね、所詮、運なので、でも、ね、セカンドチャンスでもらえるならもらえた方がね、いいに決まってるので、はい、どんどんね、積極的に交換出していくんじゃといいのかなと思います。アニコさん、こんじゃるは、遅刻遅刻。コメントありがとうございます。今ね、レンジャー騎士団の説明をしてました。片様さん、騎士団情報で他同盟のエリートクエスト完了時刻表示されるんですね。タイミング見て略奪したら半缶案件。そう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 。はい、もう半缶買うんで。まあ、逆にね、喧嘩売りたいんだったら喧嘩売りたいんだったら非常に効果があります。はい。終わりそうな頃とかがね、わかるんで。夏キングさん、オルトと無限交換ラッシュ。そう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 。オルトがね、複数ある人とかはね、もうこれも綺麗に、全部使い切ることが可能だと思うので、はい。比較的、なんかね、この交換のシステム優しいですよね。1日1回とかじゃなさそうなんで。はい。ということで、レンジャー騎士団のね、内容はそんな感じでしたということで、まあ、そうこう話してるうちにね、残り1時間半とかなったので、私はね、この寝る前にちゃんとこれ受領して、ちゃんと寝ようかなと思います。はい。ということで、毎日ね、24個ずつ採取コインが増えていく。まあ、このエリートクエストもね、まあ、考えると、まあ、1日7個、4、28、28日かける11日分ということで結構もらえて、レンジャー騎士団って多分ね、また多分定期的に来るんじゃないかなと思うので、はい、これは早い段階で、はい、知らなかったっていう方もね、まだまだ全然、始まったばかり遅くないので、これからもね、このイベント来ると思うので、今からね、しっかり、採取コインをね、集められるようにエピック、このオレンジ色にしていくっていうことをね、心がけていただければ、この、体感者の泉、これはね、どんどん上げていくことができるんじゃないかなと思います。はい。ということで、このヘパイストスの技術、私はね、今これを重点的に上げてます。はい。というのも、K39 のね、建設の着工を来月しようと思っているので、そう、少しでもこの建設速度をね、上げて、あのースピードアップとかがね、余計にかからないようにしなきゃなっていうところで、今これを集中的に上げてます。はい。上げていくの絶望的かなと思ってたんですけど、毎日、ね、28個相当が手に入るんだったら、結構なペースで上げられて嬉しいですね。はい。これ途中からね、必要数が30から上がる気はしてるんですけども、まあ、これ上がったら、次のやつに流れるかどうかをちょっと悩もうかなって思ってます。ひとまずレベル7までは次の経験値30ってなってますかね。モッコさん、ワンナイトカーニバルになってる。レンジャー記者のショートありがとうございました。そう、あれね、皆さん、ありがとうございますと言ってくれて、嬉しい限りです。はい、もう、ぜひね、そう、活用してください。もうよかったらね、同盟の中とかでもね、広めていただけると。YouTube の自動翻訳機能を有効にすると、まあ、英語だけ字幕が入るようになってるので、はい。英語を読める方はワンチャン、あれも伝わるかもしれません。はい、じゃあ最初のイベントのね、レンジャー騎士団はそんなところにして、次もう一つね、先に扱いたいのは、ヒュプノスかな。キカさん、9、10から40個の、やっぱそうなんだ。いや、そうですよね。いや、そうだと思ってたんですよ。残念すぎる。レベル9からレベル10。これね。はい。今、私は、7からね、8にするタイミングで30なんですけれども、9から10にするときに40に上がるということで、やっぱね、まあ、エボニーあるあるですよね。どんどん辛くなっていく。はい、まあ仕方ない。やむなし。頑張ろう。はい、でもね、この無料でね、バフが増えるのは非常にいいことなので、無料じゃないか。一応、4000ジェムかかってるけれども。
はい。最終コイン、1コイン1000ジェムなんだな。全然払うけど。はい。ということで、次ね。これもね、結構なサーバー来たっぽいんですけど、来てないという話も聞くので、はい。まだね、来てないっていうのを、サーバーは、その参考程度にね、聞いてもらえたらなと思うんですけど、ヒュプノスの夢という、まあ、これね、いろんなサーバーで、何ヶ月前だろう、2、3ヶ月前から来てるって話聞いてたんですけど、ついにうちのサーバーにも来ました。マカロンさん、コンジャルはコメントありがとうございます。はい、このヒュプノスの夢っていう、イベントですね。こちら、あのー説明をするの多分めんどくさいんで、めんどくさいっていうか、わかりづらいので、あの、試しますね。試しますね。ということで、まあ、最初にね、今私も選択済みなんですけど、このウィッシングプールリワードとかいうのがあって、この、10個の報酬から7個自分が欲しい報酬をまず選びますと。はい。で、サータモンさん、白目怖い。もうね、白目怖い。これなんでこんな絵にしちゃったんだろうね。結構結構あれな絵だよな。片様さん、運ゲーイベントですね。そう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 。夏金さん、リセット活用で無事20クリア。夏金さんおめでとうございます。そうそうそう。このね、リセット活用の話を今日しようかなと思っていて。はい。まず、まあちょっと一回ね、雰囲気を知ってもらうために、まあ解消ね、完全笑顔、ダブルピース。ピースしてないな。これ解消を押すと、まあ、このね、イベントが始まるんですけど、これランク1ってなっていて、はい、ランク1、まあ、この花について後で説明しますね。はい。クリックして入りたい夢を選択してくださいということで、4つなんか石が出てくるんですよ。で、この4つをね、適当に1個選びます。そうすると、今アイテムが手に入って、ランクが2になりました。で、右下のね、この地球儀、これ30分の1ってなりましたね。はい。で、なんかさっきのアイテムがここに見えます。はい。これね、全ステージクリアリワードってなってて、この4個のうち3つが当たり、1個が外れです。はい。25%を避け続けて30回成功させるとアイテムがもらえるというようなイベントになってます。ということで、この次左下適当に選んでみよう。やった、吉中目。悪夢、はい、来ました。25%の外れを引くと悪夢から覚めると得たリワードをすべて失われます。眠りの薬を使用して夢の世界の探索を続けられます。使用しますかって出てくるんですけども、はい、25%でこの悪夢っていうのを引くと、ゲーム終了です。ゲーム終了です。引き続きね、続きを売りたい場合は、右下のボタンからできるんですけども、これもね、ちょっと仕組みがあるようなので、これまた次説明しますね。で、ここではキャンセルをしようと思うんですけど、まあ、一回ね、ここまで見ていただいたので、モッカさん、ヒプノスの夢は地獄。地獄ですよね。はい。ここね、ヘルプのところを見てもらうとわかるんですけれども、今やったことですね。最初にウィッシュリワードという、まあ、最終的に欲しいリワードを選択します。島流さん、コンジャルはコメントありがとうございます。最初に欲しいアイテムをね、選択しましょうと。で、すべての夢をクリアすると1ラウンドとなり、次のラウンドが始まる前にウィッシュリワードを選び直すことができますということで、さっきあったように30、レベル30まで行くと、全部のアイテムが手に入って、次のね、2周目に行けるよっていうことが書かれてます。で、各レベルの夢には4つの夢の結晶があり、吉夢や悪夢が隠されています。吉夢が選ばれるとランダムでウィッシュリワードが獲得できます。獲得したリワードはすべてレベルをクリアしたらに配布されますということで、そう、これね、なんか少しずつアイテムが手に入るように演出あるんですけど、もうそれ無駄で、30個全部クリアしないと全部アイテム手に入らないんで、もう関係ないです。はい。で、悪夢が選ばれると、今のね、私の今この画面です。この画面。悪夢が選ばれると、
悪夢を消すために眠りの葉を消費する必要があります。眠りの葉が足りない場合、レベルクリアが失敗し、ラウンド進行がリセットされ、参加回数が1回消費され、すでに入手したリワードが全て失いますということで、失敗した時に、右下から続きからね、やることができるんですよっていうことを言ってますと。で、その時に必要になってくるのが、この眠りの葉というアイテム。パッケージでね、集めることができるんですけど、これ無料でもらうこともできます。ここのね、話をちょっとしていこうと思ってます。はい。で、はい。1日に参加できる回数には制限があり、レベルをクリアなきがあったり、途中で諦めたりすると参加回数が消費されますということで、これ10回、1日10回ね、試せるんですけども、今ここで私キャンセルすると9回に減っちゃいますと。クエストの進行状況はイベント終了時にリセットされますということで、これ何言ってるかっていうと、イベント終了時なので、この、いつもね、長期イベント期間、来週の火曜日が終わった時に、たとえね、ランク29にいたとしても、おしまいになるから、もうゼロから、次の時にはゼロになってるから気をつけてねっていうことを書いてますね。あと、この未使用の眠りの葉はイベント終了後に消えますということで、この葉っぱね、眠りの葉っていう復活できるアイテムはなくなっちゃうから、このイベント期間中に使ってねということが書かれてますということで、ここはね、一回キャンセルをしますね。はい。で、そうすると、ここの残り回数が9っていうので、さっき1回失敗してしまったので、回数がね、毎日10回、ただで、やれるんですけども、これ失敗してますと。減っちゃってますと。で、ちなみにこの右上のリワード、これが重要ですね。この右上のリワードをクリックすると、さっきの復活するアイテム、眠りの葉っていうのがね、これね、もらうことができます。はい。なので、私ね、事前に聞いていた情報では、この眠りの葉を集めて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 、最終日にぶっ破するっていう話を聞いていたのですが、どうやら、実はね、違う攻略法というか、はい、仕組みを利用した攻略法が、あるようなので、それをね、今日紹介しようと思ってます。片様さん、無課金なら毎日1個もらえる眠りの葉を溜め込んで最終日にかけるかな。まあ、ノーミスでどこまでいけるかにもよりますが、いや、そう、ノーミスでどこまでいけるかも重要ですよね。はい。で、ちなみにそう、パッケージっていうので、一応、眠りの葉、この復活アイテムをね、購入することも可能になってますし、一応ね、この1周、30、ステージ30まで全部クリアした回数ごとに、この葉っぱがね、もらえるみたいです。はい。で、ここからめちゃくちゃ重要な話をしていくんですけれども、でもね、これね、せっかくならね、この9回中にラウンド10以上進みたいんですけど、私ね、初手しめっちゃしてるんだよな。一発目で外れること、まあまああって。はい。これね、10まで行きたい。10まで行きたい。はい、無理。またランク3。ちょっと進んだらね、話したいことがあるんで、ここからちょっとプレイしますね。もう、マジやだ。このゲームマジやだ。クソゲーだよ、クソゲー。ほら、もうランク3以上いってないよ。大丈夫？頼む。やった。もうこれね、昨日さ、昨日、一昨日だっけ、なんかランク10まで、ランク15ぐらいまで、あの、とりあえず行くみたいな話をね、見かけたんですけど、無理なんだよな。ランク10超えたことなくて。もうランク5。ランク6。うわ、ランク6。もうここで諦める。もうちょい頑張っていい？もうちょい頑張っていい？ちょっともうちょい頑張ろうか。まだ4回あるよね。4回あるよね。ね。この3回までに、もう5を超えたらやめよう。はい、1。これみんなどうやってるのこれ。神さん、私は延々と同じとこばっかりタップしてない。そういうこと？タマさん。青色装置ありがとうございます。私も右上だけにかけようかな。モッカさん、同じく10超えたことありません。月さん、心を無にするのです。いやもう、無で右上だけ。うおランク5も超えないよ。もう2回しかない。2回しかない。頼む。
頼む頼む頼むせめて5を超えて。よし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 。あ、もうこのまま行こう。はい。お後がよろしいようで。はあ、いやー、たまさん、ナイスパーありがとうございました。いただいたにもかかわらず、ランク5で止まってしまいました。ナツキングさん、今、オルトで20まで来ました。マジ何言ってんすか、ナツキングさん。いや、やばすぎる。どういうこと？ 25% なんてすぐ当たるけど。シャナギさん、マヤを良心的だと思う時が来ると。いや、マヤが良心的ですよ。あ、タマさん、タマさん、お色そうちゃん、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、まあ、まあ、これ仕方ないですねと。仕方ないですねと。仕方ないですね。一応ね、これ、ヒプノスの夢って、こっから戻ることができて、悪夢のね、この悲しい画面で戻ることができて、その後ね、よいしょよいしょ。またね、開くと、この画面に戻ってきますと。はい。で、ここで重要なのが、これね、ヘルプに一切書いてないの。一切書いてないの。ほんとふざけてるんだけど、ヘルプに一切書いてないんですけど、実は、毎日、無料で、一回、継続できるんです。これ右下ね、使用ギフト宝箱って書いてあるんですよ。これね、あのー復活するのに花必要だって書いてあるんだけど、右下にギフト宝箱って書いてある通り、実は1日1回、ただで継続できるんです。はい。これね、私、ヘルプ見る人間なんで、ヘルプ書かれてないから分かってなかったんですけど、このボタンを押したら、花使う画面に進むのかなみたいに思ったんですけど、なんと、毎日無料で1回継続できます。ということで、私、試しました。今ね、ランク5で死にましたよね。で、抽選回数残り1回まだ残ってるんですけど、またランク1とかで死ぬと悲しくなるんでここでランク5から続きいきます。これランク5で、使用、ギフト宝箱、こうなってる時に、右下のボタンを押します。そうすると、継続するんですよ。ランク5で失敗したのに、ランク6に行けるんです。花使わずに。ね、花5のまんまで変わってないでしょ？ということで、毎日1回継続できるので、ここから、もう頼むって、頼むって、光ばっかもうほんとふざけてんな。もうほんとこのイベント嫌い。で、まあちょっと、これね、何言いたいかって言いますとね。はい、毎日無料で1回継続ができます。はい、私はね、なんか一歩しか進めない非常に残念な結果だったんですけれども、1回、無料でクリアすると、次からはこの花が必要なんですよ。これ使用かける2ってなってますよね。はい。はい。さあ、タモさん、私もよく見る光景、ね、見る光景ですよね。あ、シエロソラさん、コメントありがとうございます。初コメなんですね。別のディスコードで絡みがあるから、初めましてな感じがしないけど、初コメありがとうございます。つけみさん聞いてなかった。いや、もうこれさ、ほんとひどい。なので、こっからが重要なんですけれども、1日1回無料でできるので、実は、この画面で止めておくと、明日、リセット後ですね。なので、3月26日16時を超えると、リセットされてギフト宝箱が復活します。はい。なので、実は、この画面で止めておいた方が、この、もう一回遊べるドンっていうのがね、試せるので、お得です。はい。花を貯めて、最終日物販っていう、まあ、方法もあるんですけれども、毎日少しずつ止めて、リセットしたら、継続して
先に進んでっていうのを繰り返すことで、地道に進む。毎日、このイベント11日間、まあ、もうすでにね、4日過ぎちゃってるんですけど、11日間あるので、11歩は確実に進めるんですよ。カメさん、今日の配信者特典はない水色装置ありがとうございます。はい。配信者特典なかったですね。ヒュプノスの夢ではね、感じたこと一切ないです。僕、10超えたことないんで。ほんまに。シェイロソラさん、そうだったんだ。もう一度遊べるぞ。そう。もう一回遊べるドンが、毎日、もう一回遊べるドンっていう宝箱がね、右下にこう出てくるんです。はい。だから、私がこの画面で止めておけば、明日のリセット後には、右下が花ではなくて、またギフト宝箱って表示されてて、無料で、続きをね、遊べるようになるので、これを、毎日続けることで、多分、誰しも1回はクリアできるんじゃないかなと。ただ、気をつけていただきたいのが、これね、このヒュプノスの夢の画面が、もうこの、ドクロの画面で止まってるせいで、右上に花もらえましたよね、さっき。私がこのヒュプノスの夢の解説をするときに、右上から宝箱で、この花を1個もらってたと思うんですけど、この眠りの葉が毎日1日1個ね、ただでもらえるんですけど、これがもらえないんですよ。この画面で止めちゃうと。はい、だからどっちを取るかですね。花を貯めるために、一回、まあ、やめるのか、それともいいとこまで進んだから止めておいて、ギフト宝箱で何日か進んで、全クリしようとやるのか、ここはそれぞれの判断が必要になって、判断とその次の日のね、引きにかかってくると思うんですけども、はい、右上の宝箱が取れないリスクはあるものの、ここで途中で止めとくことで、リセット後に続きを進められるようになる。はい。この仕組みを活用することで、ヒプノスの夢は全クリすることが一応可能かなと。まあ、特にね、ある程度花を貯めた状態で、この仕組みを利用するっていうのがおすすめですと。ただ、この花も、今ね、仕様が2個ってなってるんですけども、進むとね、3個必要だったりとか、花の必要数も上がってくるんですよ。はい、だからね、どこでその仕掛けるかっていうのはすごく難しくて、だからこそ、初手でね、何も使わない状態でランク10とかまでいった、なんでしょう、スーパーラッキーな日は、次の日も頑張ってみようってやるのがおすすめです。夏キングさん、花は犠牲になります。そうそうそう、花犠牲になりますよね、この仕組みね。夏キングさん、オルト2も18まで花を使わずそうだ。何言ってるの分けてほしい。その分、分けてほしい。強運すぎる。夏キングさん、強運すぎる。はい、ということで、はい。そう、ヒュプノスの夢で一番伝えたかったのはここですね。花のね、追加が犠牲になる可能性はあるものの、ここの、右下のね、ボタン、ギフト宝箱を毎日リセットするために1個増えるので、1個もらえるので、それを活用して、地道にね、進むという手段が取れると。はい。これを知ってることで、まあ、救われる方もいるんじゃないかなということで、今日紹介させていただきましたと。吉崎さん、オレンジスパチャありがとうございます。ナイスパです。明日はきっといいことあると。いや、ほんとね、明日はいいことあってほしい。もう、いや、今日ね、これね、さすがに、ランク6なんかで、花1個追加もらうのを、諦めるわけにはいかないから、もうこれね、キャンセルします。Z を書いてます。ああ、いいこと聞いた。俺も Z 書こうじゃ。Z たまに X を。皆さん、そちらありがとうございます。はい、ということで、まあ、運ゲーは運ゲーなんですけども、花を集めるギフト宝箱を活用するっていう、まあ、一応2つの手段が存在するので、そこをうまく活用して頑張っていけるんじゃないかなと。で、ただ、このギフト宝箱の仕様ですね。リセットされたらギフト宝箱が復活するよっていう内容は、なんかね、ヘルプにも書いてないし、運営が意図した仕様じゃない可能性があるので、もしかしたらね、修正されちゃうかもしれないなっていうのはちょっと恐れていますと。はい。なんてだってね、詳細に書かれてないから。ね、ギフト宝箱を毎日1回は無料で更新させてあげるよって書いてくれりゃいいのにはい、書かれてないので、
もしかしたら仕様が変わっちゃうかもしれませんと。もしくはこれからね、正しい仕様かもしれません。ということで、今ね、なんでしょう、使えるうちにやりましょうと。ただ、ヒプノスの夢自体は3ヶ月ぐらい前ぐらいからかな？ 3 ヶ月ぐらい。うん。いや、去年のね、12月にはね、ヒプノスの夢の話、私聞いてた気がするんだよね。だからもう4ヶ月以上はこのイベントって来ていて、この仕組み直ってないっぽいので、この仕組みずっとのようなので、多分これね、仕様だとは思います。でも、なんか急に変わったりとかしたらごめんねと。なんせヘルプに書いてない内容なんでね。はい。詳細がね、勝手に変わってたりとかするからあれなんだけども。そう、書かれてなくて微妙な案件なんですけれども、おそらくね、仕様でしょうということなので、はい。うまくこの辺の仕組みを活用して、皆さんはこのヒプノスの夢、全クリをね、目指していただきたいなと。私は、この仕組みを利用してもダメなんじゃないかなって、ちょっと悲しくなってます。あ、皆さんナイスパコールもありがとうございます。ニコさん、おお、15まで来ました。おお、おめでとうございます。素晴らしい。ノーミスでかなりマスを進めることができたら勝負を仕掛ける。それまで毎日放つ集めるってことか。ナイスパ。そう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 、そういうことです。そういうことです。はい。やっぱね、ランク10とか、やっぱノーミスでめっちゃ進めた時ですね。そういった時には、次の日も、頑張る価値があると思いますと。ただもうランク5とか6で死んでるうちは、ちょっとやってもなっていう感じがあるので、そこの見極めが大事ですけれども、はい。はい。ね、ナツキングさんみたいに、ノーミスで18まで行けましたっていう方もいるので、そういう方はね、しっかりリセット後にね、またチャレンジするドンってやった方が多分効率がいいです。はい。ということで、私はもうランク6なんで、もうキャンセルしますけど、もう無理無理無理。はい。で、1周クリアするとね、5個復活するので、はい。ここもね、美味しい話ですよね。はい。正直ね、この1周するのめちゃくちゃ難しいじゃないですか。この25%当て続けるって。花を使ったとしては難しいと思うんで、多分おそらくね、これ仕様なんですよ。ここでちゃんと止めてねと。止まって戻るボタンも存在するので、多分ね、仕様だと思うんですよね。だからこの仕組みをうまく活用することで、みんな一回はね、一周できるんじゃないかなと。はい。ランク5とか6で止まっちゃう JAL でも一周できるんじゃないかなって夢を見てるので、はい。これはね、来週の火曜日の配信にどうだったかっていう振り返りをしようかなと思います。はい、来週の火曜日、エイプリルフールな気がしますけど、嘘をつかずにね、やっていきたいと思ってます。マジでクリアしたい。月見さん、今ノーミスで16まで行ったけど、無料で続けたら2個で終わった。でも16すごいじゃないですか。つまり今18ですよね。で、ギフト宝箱を使うと19に行けるんで、素晴らしい。カトさん、エリートスパ来た。本当や。はい、ということで、最後の一回チャレンジしとこうかな。Z、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 Z。信じるのだ。Z を信じるのだ。Z 強い。さっきより言ったんだけど。さっき無料で更新したのに。Z 教に入信します。初。あー。明日リセットやろうかな。どうしようかな。これ、初めて11超えたんだけど、すげえ嬉しい。すげえ嬉しい。いや、ナーツキングさんありがとうございます。私も Z 教に入信します。明日からも Z で頑張りたいと思います。やったー初めてランク11いった。行くんだもう都市伝説だと思ってた。明日どうしよう。ランク 11。いやいや、Z 教の力で明日。マジ。すげえ。はい、いいや。とりあえずね、ちょっと明日どうするかすごく悩むことにします。花との天秤悩ましい。一応ランク10位だったらまだ花2個で済むんだね。だからさ、一応明日ってギフト宝箱でそれなりに進んだったら、花使ってもいけるよね。
一周したら5個手に入るから、これワンチャンあるんじゃないか？もうこのまま止めようかな。はい。ということで、残りのね、残単数とか、今のランク状況だとか、そういったところとね、組み合わせて、うまくね、ゴーするタイミングっていうのを皆さん測りながらやっていただくといいと思います。ナツキングさん、花とリセットできればいいのに、そうそう、その通りね、その通り、もう最後、ね、なんか29とかで止まっても、次の日のリセットでね、取れれば別にいいから、そう、全然ありな気がする。もうランク11はね、もう私的には、もう明日もう一回集めるのでいいかなってなるわ。素晴らしい。はい。ということで、ヒプノスの夢のね、紹介はそんな感じでした。はい。これね、この右下の1日1回タダでできるよとか、リセット後、続きからできるよっていうところ、多分なかなかね、見ないとわからない内容かなと思うので、はい、今回ね、取り上げさせていただきました。で、もしかしたらこれが正しい仕様じゃないかもしれなくて変わっちゃうかもしれないから、やれるうちにね、活用しましょうということで、ご紹介でした。高井さん、私も1点突破やめて、Z 教に入手しました。Z。この美味しいリワードは必ずもらうべきなの。いや、そう、リワード美味しいですよね。そう、普通にウィッシュリワード、いいのがもらえるので、はい、ぜひね、皆さん、おそらく、今のこの仕組みを活用すれば、1イベント期間中に1回はね、1周はね、できそうな気がするので、はい。ぜひ頑張ってください。悲しいな、この画面。はい。ヒプノスにもね、そんなところです。さてさて、続いて取り上げたいのが、ワールドボスですね。はい。これさ、ワールドボスって全てのサーバーなのかな？皆さんどうです？ワールドボスね、イベント変わりましたよね。はい。これね、皆さんワールドボスの表記どうなってますかね？ワールドボスが、先週の金曜日からですね、仕様が変わりましたということで、このね、毎週火曜日から日曜日まで開催しますということで、もう月曜日以外、もう毎日、ワールドボスが出るというような、風に、イベントが変わりました。はい。で、6時間ごとにですね、ボスが、位置が変わるみたいで、3時間出現してて、6時間後にまた今度違う場所に行ってという形になるようですということで、私はワールドボス殴っとかなきゃな。殴っていい？殴っていい？あ、殴ってる人がいる。ちょっと待ってね。あのー長距離で出さざるを得ないからさ。で、このね、ワールドボスが、すごく、あれなんで同盟レードがうんちゃらって出るの？どうした？画面がぶっ壊れてるぞ。よいしょ。シエロソラさん、うちのサーバーはワールドボスは先月かその前ぐらいからニューワールドボスになって、そうなんだ。そう。新しいワールドボスが変わったっていう話ね、実は聞いてたんですよ。はい。ついに来たなって感じで。島永さん、1日1.3個引っ返しは本当のラスカル。あ、そう、これ素晴らしいですよね。あとさ、これね、結構ね、削りも楽になった感じがしていて、この出てくる宝箱、なかなか美味しいんですよ。いや、素晴らしいイベントに変わったなっていう。皆さんのところも変わってるものだとばかり思ってました。いや、うちのサーバーね、今週からだったんですよ。ということで、ちょっとね、殴ろうと思うので。やば。私としたことが、生産バフが途切れていたでござる。配信前にね、やろうと思っていたのに忘れてましたね。残念。はい。で、このね、もう5000とかもう鬼のように余ってるんで、はい。舞台定員もね、1000とか余ってるんで、こういうのを使って、ベヒモスキングを、通常攻撃でいっか。同盟レードの方が強いけど、はい、殴りに出そうと思いますと。はい、時間かかるんでね、放置しとこう。はい。で、私ね、すでに今日1回ね、殴っていまして、ワールドボスね、ベヒモスキング。
はい、同盟レードを、やってダメージ与えましたということで、あ、なんか、パーセント出てない。おかしいな。この時パーセント出てないな。以下のリワードを獲得しました。なんかね、エピック歴史名称の控え書のかけらがね、なんかね、出てくる。あれあれなんで、パーセント出ないんだっけ？おかしいな。なんかね、どれぐらい削ったかっていうのが見れて楽しいなと思ったはずなのに、なんかそのログがないな。まあ、いっか。あ、レードだと出なくて、ソロの時出るのか。ありがとうございます。私、なんか知んないけど、レードしか残してなかったんだ。あ、OK です。はい。で、なるほどね。はい。で、このワールドボスね、毎日、出る、月曜日以外毎日出るようになりましたということで、このリワードがね、結構良くて、まあいいんですけど、このね、1回だけなんですよね。本リワードは更新できませんということで、皆さんね、多分1回ずつだけなんですけど、このエピック歴史の名称の控え書がね、配られますので、はい、4種類のね、ワールドボスがいるので、まあ、4枚ね、この引換書をね、謎に配ってくれますと。で、累計リワードですね。はい、累計リワードはこれ毎週ちゃんと更新してくれるみたいなので、毎週ね、この赤血の精髄、このレアアイテムがね、配るようになったり、何よりもこれ覚醒石配るようになったんですよ。これがマジで嬉しくて。はい、私セイレーンあげたいんですよ、セイレーン。実績のね、アップにセイレーンを品質上げたいなと思ってたんですけど、このね、覚醒石がなかなか手に入らなくて、で、覚醒石を手に入れる方法が、ワールドボスか真珠パッケージってなってるんですけど、つまり私、ワールドボスだけだったんですよと。で、ワールドボスの、この個人ランキングで、これまでね、何位だっけな、10位以上とかに入るともらえたんですけど、今回、このリワードが変わりました。はい。この個人リワードね、の中身が変わって、覚醒石とかが、含まれなくなった代わりに、はい、この1位とかでも覚醒石が含まれなくなってしまいましたと。でも、その代わりに、毎週ね、毎週のこの累計のやつで、よいしょ。そっか、そっか、私、今日のワールドボス、レイドでしか殴ってなくて、ソロで殴ってないからダメなんですね。これ、ソロで殴るとこのポイントがもらえるので、今ね、走ってるやつが、到着したらまた見ようと思うんですけども。よいしょ。ああ、なんか、重くなってきた。最近、ずっとつけてると重くなってくるんだよな。はい。これね、レイドじゃなくて、ソロで殴ると、このダメージが、この累計ダメージっていうところが増えていきまして、この覚醒石がもらえるっていうのがもうめちゃくちゃ重要な真珠のね、品質を上げるのに、もう全然これまでゲットできなかったやつだったんですけど、毎週4個ずつ手に入るということで、謎の大盤振る舞い。あとね、これね、赤血の精髄もかなり集めるのが大変なアイテムだったんですけど、なんかついにこれもなんか配られるようになって、私ね、何やっけ、粉族だ。粉族で優先的に交換してたんですけど、これ毎週もらえるんだったら別に粉族のリワード、これ交換する必要なくなったなっていう感じがしています。はい。ということで、まあ多分ね、真珠を出しすぎて、みんな真珠育てられてないと思うんですよね。そもそも真珠スケール集めるのも大変じゃないですかと。そう、本来であれば、今回のタイミングって新しい真珠増えるタイミングのはずだと思ったんですけど、今回増えなくて、はい。もしかしたらね、真珠の追加っていうのがしばらく落ち着くのかもしれないですね。落ち着くと嬉しいなって思ってます。はい。で、まあ、このね、真珠を育てるための経験値であったり、この品質をアップするためのね、アイテムを配るようになりましたということで、運営のね、手こ入れが始まりましたね。はい。これ毎週です。はい。毎日じゃなくて毎週です。で、この、このランキングリワード。これね、毎日ですよね。だからね、これね、毎回上位に行ける人
毎日このアイテムもらえるんですよ。個人リワードね、これ。毎日人気の宝箱もらえるの、これさすがに偉くない？舞台店員スーパーレアとかもらえるのめちゃくちゃ強いですよね。舞台店員スーパーレアなんて、オークションで買うぐらいね、大変なやつなので、そう、なんか知んないけどさ、ここのところ、モンスターハント、もう、しっかり頑張れよっていう、なんか、運営からのメッセージが来てるような気がしてしょうがないんですよね。はい、これね、毎回、ワールドボス、毎日ワールドボス5以上に入れると、このスーパーレ、舞台転アップスーパーレアめっちゃもらえるんで、すごいことになりました。はい。羨ましい限りです。はい。これね、いや、ほんとね、嬉しい。で、私ね、個人ランキングね、だいたいね、20ギリギリいかないぐらいなんですよ。だからね、やっぱね、竜陸装備、急いで集めようかなって思ってる今日この頃です。島永さん、まだ私はマーチサイズバフを使わないと海の6は無傷で倒せないので、ランキングで手に入る200%マーチサイズバフも助かってます。ユミル6無傷で倒せるんだ。すげえ。さすが。K40 超え。ね、200%マーチバフ、これもらえるのやばいですよね。1時間。はい。これね、PVP ガチ勢も嬉しいじゃないですか、ということで。はい。ワールドボスのね、報酬はめちゃくちゃ上がりましたね。和樹さん、ガルーダでも精髄出るようになりましたね。そう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 。ちょっとね、ガルーダのイベントのバナーがないから、詳しくは話ができないんですけど、そう、今回の、リセットからね、ガルーダの報酬もかなり上がって、はい、一回上がった時ね、全然しょぼいじゃんと思ったけど、今回のガルーダはめちゃくちゃリワードが良くなって、いやー、運営めちゃくちゃ手こ入れしてくるじゃんっていう感じですよね。ナツキングさん、私はノーバフでいけるようになりました。やはり騎兵15をたくさん作ったから。はい。まあ、そんなところで、そう、ワールドボスがね、毎日、めちゃくちゃ美味しくなりましたと。で、そろそろね、到着したみたいですね。はい。ワールドボスね、ダメージ値 547M ということで、ダメージ率 0.228% ということで、ボスの余り HP。そう、私がね、0.2%HP 削りましたということで、このボスの HP をね、どれぐらい削ったって見えるのね、これ面白くないですか？私、すごい好きなんですけど、これ。で、重要なのがここですね。ジェム2346。惜しい。ここは2345ジェムでよかった。はい、2345じゃなく2346のジェムもらってるんですけど、これ、1回殴ると2300ジェムもらえるってことは、ね、これね、毎日10回殴るべきなんです。はい。これね、毎日5回無料で殴れて、で、その後、200、400、600、800、1000と、ジェムがかかるけれども、追加で殴ることができて、毎日最大10回ワールドボスを殴ることができますと。で、ワールドボスをね、殴っても、このね、負傷兵が出ないように仕様変更がされたことで、はい、私ね、もう1回殴ったら2300ジェムもらえるんで、これ、毎日2万3000ジェム配ってくれるような感じなんですよ。まあもちろんね、ワールドボスの種類によって、もらえるジェムは変わってくるんですけど、ダメージをたくさん与えられるんだったら、まあ基本的に特攻しますと。なので、ジェムで回数追加して、皆さん毎日10回殴りましょう。はい。もうこれね、ワールドボスは10回殴るイベントです。で、さらに言うと、この HP をね、この薄いゲージありますよね。80%、40、60%、40%、20%、0%。こういう削ったタイミングで宝箱いっぱい出て、この宝箱が結構いい宝箱落ちるので、はい。それ間近になったなって言ったら近くに行って、ぶん殴って宝箱落としたら宝箱回収するっていうね、ムーブがね、ちょっとおすすめですかね。はい。これはね、ほんと美味しい、素晴らしいイベントになったな。はい。ということで、私ね、今日遺跡とか、タイルに出しちゃってるので、遠距離砲しかないんですけれども、まあ、近くでね、さっくり9回殴っ
、8回か9回殴って、同盟都市から、レイドとかかけてね、殴るっていうのをやるといいんじゃないかなということで、はい、火曜日から日曜日までね、毎日、いろんなワールドボスが出るみたいなので、しっかり殴っていきましょうというところですね。はい、これね、素晴らしい仕様変更だと思います。はい。っていう感じでね、で、ガルーダも報酬良くなったでしょう。まあ、運営はしっかり手こ入れしてきましたね。はい、さっきのね、累計リワード。私、さっきは、今日はレードでしか殴ってなかったんですけど、個人でね、単体で殴ったので、このポイントがね、増えてますと。はい。500M しか当てられてないので、あと何回かね、殴って、あと4回殴れば一番下までいけそうですね。はい。これ毎週なので、別にこれ、頑張んなくても、いくらなんでも日曜日までには完了するけれども、まあ、毎日10回殴るんで、はい。おのずと達成するかなって思ってます。ナスキングさん、マーチバフ使うと、アミュエットはね、無傷になります。すげえ。P18。ジャムシャイさん、こんばんは。コメントありがとうございます。モッコスさん、テこ入れは計50円の布石。絶対布石だと思います。はい。まさかのガルーダーまで、報酬が良くなったので、はい。王の花道は軍隊の召集もリワード良くなりましたけれども、はい。ね、王の花道とかもめっちゃジェム配るようになりましたし、はい。これはね、6月計50は待ったなしだと思いますね。絶対来るって、もはや確信してるレベルな感じですね。はい。やばいな。あと 20B が遠いんですよ。もうなんかはるか先の世界だな。はい、そんなことで、ワールドボスですね。美味しいイベントになりましたねということで、皆さんしっかり、毎日ね、10回殴りましょうねっていうような、お話でしたと。はい。まあ、ちょっとね、毎日やんなきゃいけないこと増えて、それはそれでね、大変だなという感じですけれども、まあまあ、報酬がね、増えるのはいいことですね。ちなみに、そう、話出ました、ガルーダは、その、イベントバナーの何匹倒しましたよ、みたいな、リワードも良くなったけど、単純にガルーダ自体も、赤血の製髄を落としたりだとか、いい報酬を落とすようになったので、ガルーダのレベル1のガルーダも、参加する価値がね、あるイベントに変わったみたいなので、おすすめです。はい。まさかね、まさかガルーダなんてもうラリーかけずに1を出しまくって殴ってっていうのを結構やってたんですけど、もうなんかもうラリーかけた方がいいんだっていう感じが。でもね、60は多いからちょっとやめてほしいけどね。バイキングとかガルーダ、あの、数、数減らしてほしいなって思ってます。まあいいか。はい。で、あとは、そうこうしてるうちにもう12時になってしまったので、あとなんだっけな。あとなんだっけな。なんかお知らせの保存がうまくいってないんだけど、先週のね、金曜日のやつ、はい、ここにありましたね。はい、ガルダのね、騎士のクエストが上がったんですけど、木曜日にね、終わらせた人は損しちゃうよねということで、あの、はい、なんか設計図の製図88個も配ってくれてますね。はい、配ってくれましたと。で、レンジャー騎士団はもう説明したからいっか。ヒプナスの絵も説明したからいっか。はい。ここにもね、毎日無料で1回、次に行けるよなんてこと書かれてないんですよね。はい。で、今週の金曜からね、ガルーダの試練のリワードが大幅にアップしましたよというところだったり、え理想の国が、より広くできますよと。まあ、理想のね、国のアイテムがもらいやすくなったっていうこともあるので、広くね、しましたよというのがね、なったみたいですねと。はい。新しい将軍は歩兵です。エイプリルフールイベント。まあ、ここは別にいつもの内容だったかな。はい。で、さっきのね、ランクコンテストのね、話ですね。はい。私は、
そう、ランクコンテストね、そのキルイベントのやつとか、そう、キルイベントのやつで確認したんですけど、同盟都市への攻撃、あのー破壊的な攻撃 ?DA って、皆さんね、同盟都市に援軍入れて、オルトとかで攻撃して、みんなで、ポイント稼ぐみたいなのをやると思うんですけど、ランクコンテストのキルイベント、土日のやつって、なんかそれうまく動かなくて、はい、なんかレポートに表示される、その一人だけポイント入るみたいな仕様みたいで、微妙で、ラリーでね、えー、オルトとか、まあ、今回ね、私これ、キルイベント、日曜日のやつ、2位になったんですけど、もともと150ポイントで終わりにする予定だったんですけれども、はい、このね、さっきちょっと話したミフィードキティさん。はい。この方ね、引退することになったので、みんなで殴ってって、言ってくれたので、泣く泣くね、ランクコンテストのために、みんなで殴って、ランクコンテストの報酬もらいましたということで、はい。このキティさんはね、略奪をしちゃったのかな。レンジャー騎士団で略奪をしちゃってね。まあ、その前にもね、SVS で、バブルを落としたとかもあったりとかして、まあ、恨まれていたので、攻撃をされてしまい、はい、引退することにしたということで、この方をみんなで、殴らせていただいて、はい、ランクコンテストね、キルベント2になりましたということで、まあ、一応、T1 兵をキャンプして、1ポイントでも稼げばね、順位賞はもらうことができるので、それでもいいんですけれども、まあ、みんなでラリーで殴る方向だったら、ポイントが結構もらえたのでおすすめです。はい。おすすめしていいものかどうかは別ですが。はい。その他ね、資源の採集とかはね、これ、ジェム鉱山、1日前からね、仕掛けておいたので、この辺とかでスタートダッシュして、しっかり稼ぐことができたので、資源の採集で1位になりましたね。はい。10万ジェム、美味しいです。はい。ということで、あ、ちゃんと保存されとるやん。はい。私はランクコンテストは、まあ、5位だったりとか、なんだ、将軍育成とかね、11位で全然ダメだったんですけども、最終的に、先週の1週間でランクコンテストの宝箱は、よいしょ。どこだっけどれだっけランクコンテストの宝箱ってどれだっけなんか、宝箱がいっぱいでわかんない。なんか上の方だった気がする。思い出した。あ、違う。一回リフレッシュしよう。これだ。はい。記念コインのランダム宝箱。ランクコンテストで手に入ったのは、この記念コインのランダム宝箱。私は先週の1週間では14個ゲットすることができました。吉田さん、将軍の枠も増やしてほしいですね。いや、そうなんですよ。ワールドボスで、なんか歴史の名称の控え書を結構配ったりとか、かけらとかももらえたりとかしますけど、将軍の枠がカツカツだから別に引けないんですよね。はい。で、なんかレジェンド将軍とかもなんか配ってくれるたんですけど、あの将軍の枠カツカツだから別に引かないですけどってなりますよね。はい。ちょっとね、その辺もね、どうにかしてほしいですね。島流さん、オルトに同盟図書を燃やしてもらってラリーをするのはポイント入りますよね。なるほど。同盟都市にオルトで兵入れて、それをラリーで殴るか。多分それポイント入る気がします。たただね、攻撃の割合というか、ダメージ与えた人優先だと思うので、それなりに兵入ってないとポイントもらえないんじゃないかな。モッコさん、悲しいインタビューね。いや、そうなんですよ。まあ、キルイベント中にね、燃やされちゃって、はい。まあうちのサーバーそれで引退している人結構いるんですけれども、はい。残念ながらね、そういうことがありましたね。夏キングさん、キーのスタートダッシュが感じで、そうですね。ガチ勢はね、リセット直後めっちゃ狙ってるんで、はい。私はね、事故りたくないんで、もう常にバブルしてます。
はい、ということで、記念コインのランダム宝箱14個手に入って、25%でね、記念コインが手に入るみたいなんですよ、ということなので、まあ、4個にね、4個に1個手に入るみたいなやつなので、もしかしたら記念コインの宝箱ね、これ開けることで3つぐらい出るんじゃないかなって予想してますということで、せっかくなんでね、この配信で開けようかなと思いますということで、わーい。お、上振れ5個手に入った。はい、ということで、ランクコンテストね、1位には1回しかなってないものの、まあ、2位とか3位とか5位ギリギリ滑り込みということで、1週間でね、14個集めることができて、そのね、まあ、開封、上振れして、まあ、5個でしたけれども、こんな感じで記念コインもね、だいぶもらえるようになったの、非常にありがたいですよね。これで、ね、私今回交換しようと思えばできるからな。何交換するかな、まあ、悩もうと思います。はい。今までね、私一発もしたことないんですけども、なんとか記念コイン、これでね、集められるようになったので、非常に嬉しいです。はい。ということで、まあ、記念コイン、ランクコンテストなど、様々なね、テこ入れが始まってますので、皆さんね、もう6月ぐらいに、計50、上限突破、待ったなしだと思いますので、皆さんですね、それに向けて、しっかり準備を準備をしましょう。あと、テこ入れでね、強化されたリワードは、しっかりもらえるようにね、もらうように、頑張っていくのがね、いいのかなと思います。皆さん、おめでとうございますのコメントだったり、なんて言うんだろう、あれ。リアクション。はい、ありがとうございます。やったぜ。はい。ということで、まあ、今週はね、王の対決は、サーバー戦争のね、シーズンなので、通常のサーバー戦争版王の対決が来ていますが、またね、来週はランクコンテストがあると思いますと。ランクコンテストは、まあ、記念コインがね、集められる非常に素晴らしいイベントなので、皆さん、頑張っていきましょうというところかな。はい。まあ、いろんな話をね、している間に、レンジャー騎士団のこの宝箱も、まだ40分あった。はい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 。40分後に忘れずに取らないと。はい。イベント関連はそんなところかな。一通りね、喋んなきゃなと思ったところは、喋れたかなと思います。はい。ですね。よいしょ。8時間スピードアップは、はい。はい。あとね、そうだ。え、なんか、すいません。ボタンがうまく動かないっす。よいしょ。名称ホールですね。はい、名称ホールね、私、最初にアイテムたくさん、ゲットしちゃったぜなんですけども、まあ、そのせいでね、このポイントがマイナスになってまして、このね、受注しても、今、150分のマイナス80ってなってるのが、どんどん増えて、150分のマイナス120。はい、150分のマイナス140ということで、まあ、こんな感じで、ポイントがね、全然増えない状態になってるんですけれども、まあ、ちょっと運営に問い合わせたところ、どうやらもう初日にですね、このレベル50の報酬だけではなくて、その先のこの51以降の報酬ももうすでにもらってるんですと。はい。私なんか宝箱をもうわかんなかったけど、これもう先にもらっちゃいましたと。だから、このクエストをクリアしても、まあ、これマイナス表記になってるけど、すでに受領済みですと。で、一応、なんだっけな、1万3000ポイントだか、もうなんかポイントを獲得している状態なのでということで、まあ、この期間中にね、そのポイント以上に、この反映ポイントを獲得すると、その続きでね、ちゃんともらえるようになりますというふうに、回答をもらいました。ということで、はい、まあ、皆さんもね、同じ症状になっている場合は、もうすでにもらい終わっていて、その追加ももらいづらいっていうことであれば、もはやクエストやらなくていい可能性があるんですけども、シーズンクエストとかでね、やってるともしかしたらワンチャンあると思うので、はい、まあ、運が良ければ、また追加でもらえるかもしれませんと。ぶっちゃけ最初にもらった税はもうやめても、まあなんか毎日の煩わしさが1個減るかもしれないなっていう、そんな感じっぽかったです。
はい、ということでね、名称ホール、バグってるぜ。私一応バグってるぜで、ちょっと悩んだんですけど、一応ね、毎日、まあそんな難しくないんで、クリア一応ね、していこうかなとは思ってます。はい、なんかレベル5ピラミッド共有してる優しい。はい。その他、激特イベント系のところはね、いつもと同じようなイベントが来ているんですけれども、はい、今週はね、製造達人ですね、ということで、私はね、アクメネス装備のアップグレードで、ちょっと使ったので、今ランキング、今31位にいるみたいですね。はい。まあ、これ以上やる気ないんで、まあ、これ以上は、ちょっと下がるのみなんですけれども、はい。製造達人が今来ていますが、今週のね、金曜日はスーパー強化が来ますので、装備をね、強化したいよっていう方は、金曜日まで待ってもらうのがいいかなと思います。はい。で、あとは、あれ、くまちゃんのアイコンどこやあったあったあった。くま、フォレストリーダー。はい。3ヶ月に1回新しい真珠が追加されていて、今回はね、追加のタイミングかなと思ったんですけど、来なかったですね、ということで、またね、くまちゃんが、出てます。はい。来月追加されんのかなどうなんだろう。いつもね、このスピードアップの還元の時に来ると、この真珠系がね、来ているので、次、まあ、追加があるとしたら4月のスピードアップの還元の時に、新しい真珠が追加されるかもしれません。でも、なんか、もしかしたらしばらく追加されないかもしれないので、ちょっとね、ここは悩ましいですね。一応、真珠スケール即交換できるように800残して交換をしていこうかなっていうのを私はちょっと思っています。はい。そのところで、ご利用は計画的にということと、まだね、真珠集められてないよっていう方、1ヶ月ね、猶予が伸びたと思うので、今のうちたくさん真珠スケール、確保して、真珠のね、アンロック進めてもらえたらなと思います。はい。あと、なんだっけな。これね、今回、王のパーティーのね、ケーキレベル8に、市場担当官のマントっていうのが増えてるんですよ。はい。この性能、建設速度プラス5%、歩兵の語彙力プラス2%ということで、これまで、担当官の装備ってあんまりなかったと思うんですけど、これね、実は増えてるんですよね。執政官の指輪。すべての資源の生産力プラス5%、都市内での語彙力プラス5%、ブーツも、執政官の長靴。なんかこんな感じで、今までは、なんか杖だけだったじゃないですか、これ。女神像の杖。あ、違う。市場のやつはもともとあったのか。服はあったよな。服あった気がする。よいしょ。服はもともといっぱいあったんだ。服はもともといっぱいあったんですけど、なんかどうやら、もう何でも OK な装備がこれ追加されるっぽいんですよということで、足と指輪ですね。はい。執政官の指輪、執政官の長靴。これ、もらえるところってまだないよね。あ、かすみさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。執政官の長靴の巻物。はい。これ、またね、いつもの運営のおもらしかなっていう感じなんですけども、新しいなんかね、執政官シリーズっていうのがなんか増えるっぽいですということで、まあ、今後ね、きっと王のパーティーとかに追加されるんじゃないかなっていうふうに思っています。一応ね、今のイベント中はなんかなさそうだな、みたいに思ってるんですけども、はい、これ、すごいよね。すべての資源の生産力プラス5%ってめちゃくちゃいいと思うんですけど、これ、全部の担当官につけられるのかな。執政官って何って感じなんだけど。全部の担当官にね、装備できる系のやつだったらめちゃくちゃいいなと思うんだけどな。あ、該当装備は往生担当官を任命する場合のみ有効ですって。あ、往生担当官につけられるやつなんだ、これきっと。強。吉野さん、ロイヤルパーティーが対象とかかな。あ、なるほど。あれですね。シャンパン
シャンパンですね、噂の。この噂によると、ピンクジェムをチャージ累計なんちゃら基礎ジェムを獲得すると、神秘的で派手なロイヤルパーティーの特別ゲートに招待されます。これですね。なるほどね。そう、ケーキのところにないかなと思ってたんですけど。はい、ということで、ケーキね、マックス勢の方は、ワンチャンロイヤルパーティーを、ね、狙うと、さっきのね、装備が手に入るかもしれませんね。はい、そう、シャンパンタワーだ、シャンパンタワー。この前の、DSN チャンネルさんの配信でそんな話があったわ、そういえば。はい、ということで。あと、もう一個ね、そう、話題があって、装備シリーズ。なんかね、前からそうだったっけなみたいな、なんか違う気がしてバグだと思うんですけど、この、制服王権の宝箱ですね。基本的に制服シリーズは装備の右側なので、頭とか指輪とか腰だとかなんですよ。はい、全部そうですよね。兜、小手、鎧、足鎧。はい。頭、指輪、腰なんですけど、なぜかね、高齢だけ、兜、小手、長靴になってて、制服。かけらじ戦宝箱制服。高齢の兜、小手、長靴。これね、左下なんですよ。で、王権のとこ見に行くじゃないですか。王権も、王権もね、大体のやつは、鎧、武器、靴。この辺も鎧、武器、靴。鎧、武器、靴なんですよ。左側なんです。でも、なんかしないけど、コーレだけ、鎧、武器、腰ってなってて、なんかおかしいんですよね。あ、和樹さん、最初から高齢だけおかしいですよね。あ、やっぱこれさ、新しいやつじゃないよね。これなんか、謎、どうなんだろう。これね、なんかちゃんと気づいたことなくて、あの、傾向として右側、左側って思っていたから、なんか、ね、X でこの話題を見かけて、あ、確かにってなって、そう、これ、いつからだろうってなりました。まあ、これがね、元から高齢だけおかしいなら、まあいいかなっていう感じなんですけども、今だけだったとしたら、まあ、制服のね、宝箱から、ブーツをね、手に入れられる貴重な機会ではあるので、恒例シリーズをね、集めてる。もしくは、スターをつけるぜっていう方は、今ね、チャンスかもしれませんというところですかね。夏キングさん、元からではないですね。腰をゲットしてるんで。あ、なるほど。いや、なんか、そう、これね、いや、前違った気がして、いつの間にこうなったんだろうって感じなんですよね。だから戻るかもしれなくて。そう、だから、今後ね、今後、なんていうか、その他のやつもシャッフルされていくっていうパルプンテが起こるのか、高齢装備だけ、今だけバグってて、今実は交換のチャンスなのかっていうのがね、すごく悩ましいなっていうふうに思ってます。私は、竜陸のコテをね、次は取ろうって思ってたんですけど、長靴、今しか取れないなら交換しどくだけどなっていうのを今すごく悩んでます。じゃあ、同盟ボスが追加されたタイミングかな。なるほど。それはありえそうだな。かすみさん、そうなんですか？いや、そう、これね、ちょっともう覚えてなくて、ナツキングさん、すでにスタービルド分まで交換済み。いや、そう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 。いや、狙い、ね、これが治る前に、ね、交換、しどくじゃないですか。通常、王権側ってめちゃくちゃ大変なので。はい。そう。まあ、まあ、今、制服のね、宝箱がたくさん集まってるならっていうことではあるんですけども、まあ、ちょっとね、これね、私は正確なことを覚えてなくて、まあ、過去の配信でね、取り上げてる気がするので、去年とかのやつを見ればね、わかるかもしれないですけど、さす
がに、ちょっと砂漠の中で砂粒見つける、金の砂粒見つけるみたいな、そんな話になるので、辛いので。あ、和樹さん、僕が同盟ボスで恒例のブーツが当たった時はすでに制服になってた。あ、そうなんだ。じゃあ結構前からなんですね。はい、これね、なんか気づいてなくて、最近ね、話題で見かけて、へーってなってました。はい。まあ、だとすると、しばらく変わらないなら、急ぐ必要ないかなっていうのになるんですけど、まあ、まあ、今だけかもしれないし、しばらく続くかもしれないし、私としては、ゆくゆくこの辺パルプンテでなんかいろいろ交換されていくとおもろいなって思ってるんですけど、まあ、金額に差をつけてるアイテムなんでね、まあないかなとは思うので、はい。パルプンテはきっとないでしょう。まあ、今、こういうことが起こってますよと。前からだったらすいません。今だけだったらチャンスかもしれませんが、ご了承計画ねきということで、はい、ご紹介でした。佐藤六杯さん、これ、巻物宝箱で開けたことありますが、なぜかサーさんが出ました。かけら生育実践宝箱なら1枚ずつ長靴と正常に交換できます。あ、へえ。そんなことがあるんですね。あ、佐藤六杯さんが初コメありがとうございます。サーさんがなぜか出たって、なんかそれもやばいですね。ツキングさん、ここ半年から1年くらいのアップデートですかね。あ、そうかもしれないですね。かすみさん、私は2年ちょっと前に制服で足を買ったので、同盟ボスよりも前からだったと。あ、なるほど。あ、じゃあ、一応最近のことではないのか。ヒカさん、かなり前からコーレだけ違うときました。あ、そうなんだ。じゃあ私がこれ気づいてなかっただけなのかもしれないですね。じゃあ、急ぐ必要はないですね。ポテトロ。いや、安心した。いや、そう、これね、そう、話題にして、ちょっと、状況聞きたかったんですよね。いや、それなら竜陸のポテトロもうね、ワールドボス、殴りたくて殴りたくて。はい。まあ、ちょっとね、5位以内にはね、入れる気はしないんですけどね、少しでもね、ポイント稼げるようになった方がね、得なので、次はやっぱり竜陸のポテだな。はい。ありがとうございます。取り上げてよかったです。はい、そんなところかな。今日のうちに取り上げなきゃって思った内容は、一通り喋ることができた気がします。大丈夫だよね。喋ったよな。おい。うん。OK。一通り喋りました。はい。ちょうどいいかな。やば。もう12時半になっちゃう。はい。じゃあ最後に、まとめだけして終わろうかなと思います。よいしょ、よいしょ。マッカスさん、シャンパンタワーの景品どうなんでしょう、そこもね、わからない。シャンパンタワー見たことない。そもそもシャンパンタワーの画像見たことないからな。片沢さん、景観のプラネタリウムって期間限定なんですかね。あ、期間限定じゃないと思いますよ。えっと、これまで期間限定だったやつって、チャンピオンシリーズだけですかね。はい。このノートルダム大聖堂国府の祭壇っていうやつは、毎回交換できるわけじゃないやつなんですけれども、はい、機械ストアとかでね、出てこないんですけれども、それ以外のやつって、もう常にどんどん追加されて、どんどんね、縦に長くなってる感じなので、はい。はい。なので、プラネタリウムね、普通の、金色のやつ、あ、違うな、プラネタリウム見当たんないぞ。今、プラネタリウムになってるかと思ったら違うじゃん。カピバラじゃん。プラネタリウムないなくなった。プラネタリウムおしゃれで欲しかったのに。プラネタリウムないっすね。本当になさそう。
そうですね。ないですね。これ、なくなったの、初かも。バグじゃない？なんだこれ。そう、チャンピオンシリーズの赤いやつ、12コインで交換するやつって、もう本当に長期、特別なイベントの期間しか交換できないやつなんですよ。それは知ってたんですけど、これ、プラネタリウムないな。初だな、多分これ。えプラネタリウムあれプラネタリウム私交換したっけ？プラネタリウムちょっと欲しかったんだけど。あ、いや、交換してるけどあげらんないじゃん、これじゃあ。ちょっと。そう、思い出した。そう、私も実績にあったから交換した。これ配信中に交換した、そういえば。プラネタリウムないんだ。そうなんだ。なんで？これね、バグじゃない？さすがに。なんか多分、初な気がするんだけど。あ、そうでもない？どうだろう。会場のゴンドラってさっきあったかな？ドラキュラの恐ろしい夜さっきなかった気がする。えー、ドラキュラ。あ、戻んなくてよかったわ。いけたわ。まあ、いっか。ドラキュラ。ドラキュラもなんか、なかったか？実は、なくなるんすね。あ、ドラキュラの恐ろしい夜あるな。いや、なくなったの初じゃない？多分ね、運営への問い合わせ案件かもしれませんね。ミスじゃないかなって思っちゃうんだけど。もしくは、実績だから、渋っていて、また復活するか。ふ、まあ、さすがにね、復活するとは思うんだけどな。前も、これね、このチャンピオンシリーズ、国風の祭壇が交換できるときにもノートルダム大聖堂も復活したタイミングが確かあったので、一応、もう今後絶対来ないよっていうのはないとは思うものの、なんかこれ変なので、バグってんじゃないかなって感じがします。はい。これね、まあ、問い合わせても今回すぐ治るってのはないかもしれないけど、次回復活してるんじゃないかな。はい。駿河の王座も残ってるのは多分バグかと。ねえ、いや、多分さすがにバグだと思いますね。はい。そう、するともね、私もこれ実績がもらえるから、急いで交換したやつだから。でもそう、するとは交換にね、ずっと残ってるから。はい。これバグだと思うんで、これはね、ぜひ、みんなが問い合わせると、次回の長期イベントに復活してると思います。気づいてなかった。へえ、まさかなんだけど。あれなんか、関連して何か喋んなきゃいけなかったことを思い出した気がする。よ、吉田さん、疾生館シリーズがロイヤルパーティーあるか確認してみようかな。やばい。やばい。ぜひ。ちょっと、わかったら、教えてもらえると、はい、配信で取り上げさせていただくかもしれません。救われる人が。なんだっけなんか喋ろうかなと思ったんだけど、忘れちゃった。いいや。はい。まあまあ、とりあえずね、振り返りですね。はい。もうこんな時間になっちゃったので、最後に、レンジャー騎士団のね、振り返りだけして終わろうと思います。まあ、ショート動画もね、作っていて、あそこにコンパクトにまとめてはいるので、まあ、はい。そちらも見ていただけたらなと思いつつ、最後にレンジャー騎士団のね、振り返りだけして終わります。このね、レンジャー騎士団のイベントは、祭祀コインがもらえるね、超貴重なイベントだと思います。で、このオレンジのクエストにすると、祭祀コインがいっぱいもらえるので、なるべくオレンジにして受注するのがおすすめです。で、この更新のボタンからね、
はい、この祭祀コインがもらえる、このオレンジのクエストにね、ジェムを使って更新することができるので、ここはね、ジェムを払った方が最終得するものだと思うので、ぜひね、ジェムを使ってスーパーリフレッシュをしましょうと。で、この通常チケットをね、たくさん貯めると、どうやら、無料でスーパーリフレッシュができるタイミングがあるっぽいので、はい、貯めてみるのがおすすめです。はい、おそらく私の予想では、クエストがね、ノーマルクエストって6個あるんですけど、6個全部オレンジにするよっていう時には多分12枚とかあったりとか、その、いくつ変更するかによって、この更新チケットをね、ストックしてると、そのジェムの代わりに更新チケット複数枚使って一括で買えるっていうのができるんじゃないかなってちょっと予想しています。ということで、この更新チケットを貯めつつ、しばらくスーパーリフレッシュをジェムで行ってっていう風にやるのがいいのかなという感じですね。はい。で、略奪をすると他の人が祭祀コインがもらえないっていう多大なダメージが、与えることができるんですけど、相応に恨まれる可能性があるので、略奪はしない方がベターかなと思います。はい、ご利用は計画的に。で、逆に、自分がね、略奪される可能性があるので、このクエストがね、終了するタイミングっていうのは、しっかりチェックをして、すぐに受領して、奪われないように気をつけましょうと。で、味方がね、奪われないように、お助けボタンをね、押してあげて、このお助けをね、することで、味方が、他の同盟の人からね、奪われる前に、取っといてあげることが可能です。取っといてあげて、ね、この人たちは得するにもかかわらず、自分もアイテムがちょっともらえるってね、素敵な仕組みになってるので、毎日5回まで協力できるので、協力しましょうということで、協力回数はね、全部使い切り、略奪回数はしないっていうのがね、おすすめでございます。はい。ムカつくあいつを邪魔するぜっていう方は、略奪してもいいのかもしれません。はい。恨まれると思うので気をつけてください。はい。ということで、オレンジ色にね、して、この祭祀コインを集めて、しっかりね、この祭祀コインを使って、このバフをゲットする。はい。このバフをね、ゲット、できる、非常に良いイベントですので、レンジャー騎士団ね、皆さん、ぜひ毎日頑張っていきましょう。毎日ね、24枚集まりますので、しっかりね、レンジャー騎士団をやることで、このね、仕組みを分かってない方と大きく差をつけられるかなと思いますので、ぜひぜひ頑張っていきましょう。島永さん、誰に略奪されたかというのは分かりますか？わかります。このレコードからね、分かるみたいです。はい。レコードにね、なんかそういった情報がね、載ってくるらしいので、はい。スクショとかを取っとくといいと思います。もし略奪された時には。はい。うちの同盟も報復された人がいるので、わかります。はい。今日来てくださってる和吉さん、被害者です。略奪されたそうです。このレコードね、アイコンからどこにいるかとかもね、調べられるみたいなんで、調べられるとか、いつものプロフィールが開くんで。吉谷さん、錬金術でジュリエットも欲しいので、200系基礎チーム課金したみたいな。すごい。待ってください。待ってください。ジュリエットいいですよね。そう、ジュリエットにしてる人増えたよな。ジュリエットね、素敵でいいと思います。はい。さて、長々と、配信をしてしまいました。今日はね、ちょっと開始時間がね、遅くなってしまってすいませんでした。一応ね、はい、2時間経ってしまったので、今日はこれぐらいのところで終了しようかなと思います。またね、ちょっと最近新イベントばっかりで忙しいんですけども、またね、新イベント来た時にはなるべくショート動画とかで配信前にね、情報をね、共有できるようにしようかなと思います。はい。今回のね、レンジャー記事団とか、非常に重要なやつだったので、昨日急いで作ったんですけれども、そう、もう土曜日には分かってたからね、土曜日頑張ればよかったなってちょっとね、後で後悔しました。はい。ということで、まあ今日はね、いろんなイベントの話をさせていただきました。また来週はね、
長期イベントが始まると忙しいんですけど、来週はきっと平和だと思いますので、来週はね、適当に、雑談メインでやれたらなと思っております。はい。ということで、本日も、皆さん参加いただきありがとうございました。スパチャいただきました。タマさん、カムイさん、吉田さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。それでは、また、来週の配信でお会いしましょうということで、なんかコメントをし忘れていた。よいしょ。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録や高評価をしていただけますと幸いです。あと、さっきのね、ショート動画は一応英語字幕もつくようにはしてみているので、よかったらね、同盟内で共有していただいたり、していただけるといいのかなと思います。はい、そんなところで本日もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。